噛めば噛むほど美味しさができてわしわしと楽しめるいわゆる二郎系の麺なんですけども、これはもう本当にしじみそのものがすごく感じますね。本当にこの美味しい味噌ラーメンになってるなと思いますね。冷凍 OK！ はい、ありがとうございました。この冷凍チャンネル、このチャンネルはですね、おすすめの冷凍食品を紹介したり、家庭でできる簡単便利で美味しい冷凍レシピなんかをご紹介しております。今日は何をやることを言いますと、宅麺アワード、お取り寄せ冷凍ラーメン、対象商品を紹介します。今ですね、本当に冷凍ラーメンが、本当にその市場もですね、売り上げも、そして皆さんのニーズもですね、本当に伸びているところがあります。やっぱ冷凍ラーメンのいいところはですね、麺もスープも具材も、本当にお店のような、本格的な味わいが楽しめるってところがやっぱ冷凍のいいところかなと思いますね。そういった意味で冷凍ラーメン今非常に注目されているんですけども、その中で宅麺 .com という、冷凍ラーメンのお取り寄せができる、通販サイトがあるんですけども、そこもですねすごく人気なんですね。全国のもういろんなラーメン店の、もう店主さんがですね、こだわっているそのラーメンを冷凍で届けてくれるというようなサービスになってまして、この宅麺 .com さんもですね、非常に今伸びているんですね。でそこには本当にいろんなタイプの、ラーメンがいっぱいあるんですけども、そこが、運営する、宅麺アワードというものが、開催をされていまして、そこで表彰をされているんですね。で今回は2024年の宅麺アワードのそのお取り寄せ冷凍ラーメンで大賞を取った商品をですねぜひとも紹介していきたいと思います。じゃあまずはですね総合大賞になったのがこちらですね。元祖スタミナ満点ラーメン鈴木スタマンそばですね。でこちらがですねもう総合大賞ということでもう殿堂入りもされたということで、かなりこの人気の商品になってますね。お店自体も本当に人気店になりますけども、この宅麺 .com でも非常に人気のある商品だと、ラーメンだということですね。でやっぱりね、この見た目、この写真のビジュアルからも、この非常にこの中毒性のある、通販で写真を見ても買いたくなるっていうところもやっぱり非常にこの冷凍ラーメンとしてもポイントが高いんじゃないかなと思いますね。で、実際もちろん買ってみたら美味しかったということで、リピートされる方もいるというような感じですね。で、こちらの、商品なんですけども、本当に3つのラーメンの特徴を合わせていると言われてまして、アリランラーメンと、竹岡式ラーメン、そして二郎系ラーメン、その3つをですね、もう三位一体としたもうハイブリッドラーメンと言われています。それぞれですね、日本を代表する中毒性のあるラーメンを、もう本当にそれをうまいことちゃんと三位一体でコラボレーションさせたというところで、評価されているということですね。でしっかりとしたこの旨味もありながらですね、ちゃんとバランスよく仕上がっているというところが魅力的だと言われていますね。で実際商品の中にはですね、こういった形で入ってまして、でこの、宅麺 .com さんはですね、こういった生麺ですね、生麺が冷凍されているので、自分でお湯で茹でる必要があるということですね。自分でお湯を沸かして茹でるっていうのはちょっと手間ではあるんですが、その分お店と変わらない、本当にその茹でたての美味しさを楽しめるというところですね。で、この鈴木さんはですね、この結構ワシワシとした、二郎系特有のワシワシとしたこの麺を使ってますので、そこが本当に食べ応えもあって美味しいということですね。でさらにはですね、スープと具材がすでに一体化したもの、こちらが、冷凍もされていますので、これをお湯で袋のままボイルして、解凍するということですね。でストレートのスープになってますので、本当にラーメンの美味しさそのものが楽しめるということになってますね。でさらにはですね、この商品の場合は、この背脂もこの別店でついてますので、これでさらにこう背徳感マシマシの、味わいが、この油の美味しさが楽しめるというような感じですね。背脂の甘みと、豚肉の旨みで、そこにですね、ニンニクの香りの本当に濃密なところが入ってまして、でかつ醤油のキレっていうのが合わさっているので、本当にこうインパクトがありながらもこのバランスを保った、超ハイレベルな一杯になっているということですね。でこの冷凍ラーメン食べるときには、お鍋が2つ必要になるんですね。スープ具材を解凍するお鍋と、麺を茹でるための、お鍋ですね。2つ用意していただくっていう必要がありますね。でまずはこちらですね、このスープと具材が一緒になっているもの、
こちらを、お湯で袋のままですね、封を開けずに袋のまま、ボイルをします。結構大きい状態なので、ちょっと大きめのお鍋に入れていただくといいですね。でこちらはですね、15分ぐらい結構時間かかるんですけども、しっかりとボイルしてもらえればと思います。でこちらの背脂はですね、ちょっと薄っぺらいので、5分ぐらいで、引き上げてもらえればと思いますね。でちゃんとしっかりと沈めてもらえればと思いますね。はい、でこんな感じでボイルができました。もうめちゃくちゃ美味しそうですね。この黒いこのスープなんですけど、これが本当に非常に美味しそうなんで、しかもニラも入ってるんですね。そこが結構、味の風味にも影響してるかなと思いますね。で次はこの冷凍の麺ですね、冷凍の生麺茹でたいと思います。でやっぱり生麺茹でるときはですね、ちょっと大きめのお鍋で沸騰したお湯で茹でていただくといいですね。これを入れます。3、4分ぐらいでいいっていうことなんですが、お好みの硬さにして、いただければと思いますね、茹で加減は。で特に冷凍の生麺の場合はですね、こういったお湯に入れた後にですね、すぐにほぐしてあげるといいですね。やっぱ加熱ムラっていうものがこの冷凍生麺起きやすいので、まずはですねこうやってしっかりと、ほぐして、均一に、解凍してあげるっていうのが非常にポイントですね。塊のままそのままずっとボイルをしてしまうと、やっぱ表面が先に柔らかくなって、で真ん中がまだ溶けてない、固まってるっていうことも起こり得るので、まずは混ぜてあげるってことが、ほぐしてあげるってことが大事ですね。でこのまま、お好みの硬さに茹でようと思います。でこの、茹でた、麺をですね、ざるに、上げてもらってですね、で茹で上げたらですね、しっかりと湯切りをしてもらえると思いますね。やりにくければ流しの上でやってもらってもいいと思うので、しっかりと切ってもらえればと思いますね。でこれをですね、器の方に入れます。で先ほど、ボイルしたこのスープと具材ですね、これを入れたいと思います。わあうまそうもう黒いスープなんですね、これが。でさらにこれだけの豚肉がゴロゴロと入ってるわけですね。めちゃくちゃ肉々しいですねでもこの中にもですね、ニラも入ってますし、ニンニクも、これだけたくさん入ってるんですね。だからもうこの器に入れた時もすごいこの背徳感のある味わいがめちゃめちゃ香りがしますね。いやすごいですね。この油もうまみの油がもう大量に乗っかります。でこれで完成でもいいんですけども、やっぱおすすめということで、トッピングなんですが、こちらニンニクの刻みですね。醤油に入ってないんですが、ご自分でニンニクを刻んで、それをトッピングしていただくとよりいいということでおすすめをされています。でさらに生姜を、すりおろしたものですね。これも、ご自分ですったものをですね、追加でトッピングをしていただくとよりいいということですね。これをおすすめされていますね。でこちらがですね、はい完成しました。元祖スタミナ満点ラーメン鈴木のスタマンそばになります。ということでね、もう出来上がりました。じゃあ食べたいと思います。じゃあまずスープからですね。色がねほんと黒いんですけども、どんなスープかなということでいただきます。うまいっすねニンニクが結構ね効いてはいますが、でも醤油のキリッとした味わいっていうのもあってですね、しっかりとした味わいがしてますね。だからスープ自体も本当にすごく美味しいので、本当に具がなくてもですね満足感があるぐらいスープがしっかり美味しいですね。かなりねこのチャーシューがゴロゴロと入ってるんですけども、これも食べたいと思います。これは美味しいまだお肉の食感がしっかり感じれるぐらい、もうこの弾力がある形になってまして、でやはりそのタレがですね結構染みて、この醤油の味わいも楽しめるということで、このチャーシューそのものもすごく美味しいですね。でちょっとじゃあ麺の方もいきたいと思います。
ただきます。うん、うまいですね。麺がですね、やっぱ本当に噛めば噛むほど美味しさが出てきて、わしわしと楽しめるいわゆる二郎系の麺なんですけども、スープとか具材とか、ニンニクとかですね、もう本当にパンチがある中にあるんですけども、それがやっぱ麺が負けてなくてですね、麺と一緒になった時に、本当に美味しくバランスの取れたラーメンになってると思いますね。やっぱこれはすごくファンが多いっていうのも本当に納得ですね。お店としてもですね、おすすめの食べ方がありまして、それがですね、この生卵につけて食べるという食べ方ですね。で、この溶いた卵にですね、この麺を加えて、これで食べるということですね。この濃厚なこのスープがこの卵と一緒になった時にですね、ちょっとすき焼きっぽくなるということですね。もう白いご飯にもう乗っけるというのもすごくおすすめですね。このお肉自体、このチャーシューをですね、オンするということですね。で、背脂もかけて、でこのスープもかけてあげるということで、これでもう間違いなくご飯にも合いますよねっていうことですね。だからこれがもう一度で何度も楽しめるっていうことなので、本当にこれもおすすめですね。だから若い男性の方がですね、一人で食べてもいいんですけども、二人でですね、分けて食べても本当に十分なぐらいボリュームがあるので、こういった食べ方もやってもらうといろんな楽しみ方できるかなと思いますね。で、続いてはですね、新人大賞の商品ですね。こちらになります。宍道湖しじみ中華そば琥珀の、しじみ中華そばになります。でもうこれはですね、本当にもう商品名になってる通り、しじみを書いてるんで、本当にしじみの大量にしじみを使用して、そのスープを作ってるということなんで、スープはあっさりとしていながらもですね、旨味が本当に強烈で、食べる人の記憶に残ると、そういうふうに言われてますね。でもうスープはですね、もうこちら冷凍で、凍ってる状態ですけども、透き通ったもう黄金色に輝くスープなんですね。で、本当にシンプルなスープになってるんですけども、もう本当にしじみのえぐみとか苦みっていうのは抑えられてですね、もう本当にしじみの旨味を楽しめる、そんなスープになっているということですね。で、本当に全体的にですね、バランスが調和が取れていまして、キリッとした、塩だれもあることですね、これラーメンスープとしても非常に美味しいということで、もう本当にこのスープがですね、見た目シンプルなんですけども、ここにすごいこだわりがあるということですね。で、あとはですね、麺の方はですね、こういった細麺になっていまして、やっぱこのあっさりとしたしかしも旨味のあるスープに対してですね、この細麺がですね、すごく相性もいいということですね。で、細いながらも程よいコシがあるというところで、このストレート麺が、非常にここでもこの麺が、こだわっているという感じですね。で、こちらですね、この、薄く切られた大きな1枚なんですけども、このチャーシューもですね、もう特徴的になっていまして、これもスープに非常に合うというようなことですね。で、解凍しておいたこのでっかいチャーシューですね、これも乗っけます。かなりでかいですね。あとは、お店のおすすめということで、この紫玉ねぎですね、彩りも良くなりますので、刻んだものをこれもトッピングに入れたいと思います。はい、こちらで完成です。ではですね、食べてみたいと思います。まずはね、このスープからですね、いきたいと思います。いただきます。めっちゃしじみ。ここまでしじみとは思わなかったですね。ちょっともう起き上がるぐらいめっちゃしじみでしたね。これはすごいですね。もう飲んだ時にもしじみがうわっと出てきますね。それぐらいもう旨味がすんばらしいっていう感じですね。結構しじみを売りにしてる商品も結局はちょっと違う和風だしとか、違うエキスとかでですね再現してたりするんですけども、これはもう本当にしじみそのものがすごく感じますね。これはね、僕がめちゃめちゃ好きな味です。麺も一緒に食べたいと思います。いただきます。美味しいですね。もう本当にスープにもうベストな麺になってます。これはもうやっぱすごいこだわってますね。スープがもう本当に旨味凝縮ですごく美味しいところに、
それに合う、最高に合う麺を作られてるっていうのは本当に分かりますね。この一杯で本当に完成された一つの料理というような感じですね。細麺で本当に食べやすいんですけど、このスープのしじみの旨味をですね邪魔してなくてですね、でも一緒に食べた時にもうすごく美味しいという感じますね。これが家で食べれるってやっぱすごいですね。で続いてはですね、ラーメン大賞を取った、大島の味噌ラーメン、こちらですね。本当に大島さんといえばですね、本当にこの味噌ラーメンとしてすごく有名店になりまして、これがね、自宅で楽しめるっていうのはすごくありがたい、かなと思いますね。で、こちらのですね、大島さんなんですけども、本当に日本を代表する味噌ラーメン店、札幌すみれで、12年間修行したという、その方がですね、作ったお店、大島なんですね。で、そこのもう本当にこの濃厚でもう抜群のキレを誇るその味噌ラーメンということで、ニンニク生姜の、香りもしっかりしてますし、で、そこに味噌の風味がですね、もう非常に美味しいということで、もう本当に人気のお店なんですね。これが冷凍でお取り寄せで楽しめるってところはすごくいいんじゃないかと思いますね。で、中にはこういった感じで入ってはいるんですが、やっぱりこのスープですね。もう非常にこの存在感のあるスープ。豚骨のスープのね、その旨味がしっかりとありまして、でそこにニンニクの風味も加わって、そしてもちろん味噌の濃厚さ、芳醇な香りがあるというところで、そこがね、本当に癖になる、味わいになっているということですね。で、あとはですね、やっぱりこの味噌ラーメンといえば、札幌味噌ラーメンの代名詞とも言えるのがですね、この中太の縮れ卵麺ということで、濃厚な味噌スープと、相まってですね、すごく美味しいというところ、ここもすごいこだわっているという感じですね。であとはですね、この具材として、このチャーシューと、このメンマ、ちょっとピリ辛になっているものがですね、これもセットになっているということで、非常にこのこだわりを感じるというような感じですね。はい、ということですね、麺も茹で上がりました。じゃあこれ入れたいと思います。あとですね、商品には入ってないんですけども、お店の方がおすすめでって言ってるのは、この刻み長ネギですね。これも、トッピングで乗っけてあげるといいかなと思いますね。これで完成ですね。では、食べたいと思います。じゃあ、スープからいきたいと思います。いただきます。味噌の香り、風味が本当に効いてますし、そこにですね、しっかりとした旨味があるので、本当にその濃厚ながらもしつこくなくて、どんどんスープ飲みたくなるっていう、そんな味わいですね。そこに、ニンニクとか生姜とかですね、ちょっとピリ辛な風味も入ってですね、より食欲湧くような味わいになってますね。じゃあ麺も食べたいと思います。縮れ麺がですね、本当にスープに絡んで美味しそうですね。いただきます。やっぱこの縮れ麺がこの味噌のスープをですね引き上げてくれるので、本当に絡んで一緒に食べた時にすごく美味しくなりますね。麺とスープがですねもう一体化してるってところが、このやっぱ札幌味噌ラーメンをルーツに持つっていうところに、昔懐かしいっていう感じも残してるという感じですね。そういった意味でですね、昔懐かしさもありながら新しいエッセンス要素も加わって、本当にこの美味しい味噌ラーメンになってるなと思いますね。チャーシューもですね、油とそのお肉の部分のバランスも非常に良くてですね、柔らかさもちょうどいい食感で食べてると本当に美味しいですね。これは家で楽しめるとやっぱ本当すごいですね。ということですね、タクメンアワード、お取り寄せ冷凍ラーメン、2024年いかがでしたでしょうか。大賞を取ったですね、3品ご紹介しましたけども、本当にね、どれも美味しくてですね、家でこのラーメンが食べれるかっていうぐらいもうお店の味が楽しめるっていうところが、もう本当に美味しかったですね。で、タクメン .com はですね、この今日紹介した3品以外にもですね、本当にいろんな全国のいろんな特徴あるお店さんの、ラーメン専門店、人気店のラーメンが、冷凍でお取り寄せ届くということで、他のラーメンもですね、ぜひ皆さん試してもらえればと思いますね。で、このタクメンアワードに関してはですね、毎年この12月頃にですね、発表しておりますので、今度はですね、2025年の対象もあるということなんで、それ結果発表されたらですね、またこの冷凍チャンネルでも紹介したいと思います。ということでですね、この冷凍チャンネルではおすすめの冷凍食品を紹介したり、家庭できる簡単便利で美味しい冷凍レシピなんかをご紹介しております。いかがでしたでしょうか。
今回のようなですね、おすすめの冷凍ラーメンとか冷凍食品も紹介してますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。冷凍 OK。冷凍食品専門家、冷凍王子が人生をかけて作った一冊。冷凍食品の魅力をあらゆる面から追求した究極の本。今すぐ食べたい冷凍食品の本、レシピ付き、自由国民社から絶賛発売中です。